先生質問ですと、書きやすさ重視でキャラデザの情報量が減ってしまうのですが、先生はどのようにして書きやすさと情報量を両立させていますか？まず書きやすさっていうのはシルエットの形状だと思うんですよね。だからシルエット自体が大きく取れるシルエットとしてのキャラクターにしておいて、内側に複雑さを入れる。シルエットを複雑にしない。シルエットを複雑にしすぎるとそれ自体がもう相当めんどくさいので、はい。でキャラクターデザインをするときはシルエットはできるだけ大きめにとって、内側のこう模様とかをねちょっと頑張ってみるとかね、それぐらいでいいんですよ。あと色も絞った方がいいですね。だいたい白黒入れて5色っていう感じがベストだと思います。キャラデザの要素の削りとシェイプアップとはつまりどういうことなのか。キャラクターのデザインっていうのはいろいろ難しくて、例えば僕のキャラクターである、このコーヒー紳士くんというのがいるじゃないですか。こうたまにマッチョになったりとか、すげえ高身長になったりとか、3D 化したりするけど、基本的にはこんな感じですよね。いわゆるこれって無駄な要素を全部カッティングした状態なんですよね。これって、このキャラクターを構成する要素の、いわゆるゼロの状態なんです。で、これに、さらに、例えば、こうやってやって、こうやってやって、こういうキャラクターにすることもできるけど、でも、この要素っていらなくないっていう。もっとシンプルに、コーヒー紳士だったらもうこれで、なんかちょっと紳士っぽいじゃないみたいな。つまり、そのキャラクターにとって必要な要素を削っていく作業がシェイプアップ。キャラクターとしてね、これで完成してるし、あとマリオみたいなもんですよね。マリオって本当に素体としてあれ出来上がってるキャラで、あの人がなんかいろんな格好をするだけで割といろいろなところに応用が効くじゃないですか。例えばこれはコーヒー紳士くんなんだけど、ここから、冬服の時はね、こうやってやってマフラーをして、こんな感じね。つまりこれはシェイプアップ後ってことですね。そうです。一番最初のこの状態はシェイプアップした状態。で、こうやってやって、要素を追加することで、なんか役割がまた違う感じになるじゃない。書くのが楽な方で OK？ 書くのが楽というよりは、要素を削り落とした状態。鎧着たり。そう。ダークソウルの時には、ここにこうやってやって、なんか鎧甲冑のね、前当てじゃねえな。なんていうのあれ。フェイスカバーか。みたいなのをこうやってやって、下ろして、鎧を着たりとか、するわけですよ。このキャラはね。で、キャラクターを作るときに、そのキャラクターに必要な最低限の要素だけを頑張って詰めていく作業がシェイプアップ要素かな。コーヒー紳士くんで分かりにくかったら、例えばなんだろうな。一応全身図がこんな感じあるんですけど、これってあれなんですよ。要素足してるバージョンなんですよね。本当は、僕が一番最初にベースとしてデザインしたキャラクターって、こんなに装飾がゴミゴミしてなくて、もっとこうやってやって、シンプルなんですよ。本当に体のラインが、シルエットがわかるぐらいのシンプルなベースとして、ここら辺も多分二重になってなかったよね。白魔女さんもっと等身低くなかった？等身低いっすね。これちょっと大人びた感じのデザインにしてるんで。それがデザイン的に要素の削ぎ落としというか、なんてね。何の要素も追加してないシェイプアップなんですか？難しいな。だから、そのキャラクターの持つ、一番のベース状態大人の女になってる。がシェイプアップした状態のキャラクターだと俺は思ってるよ。時間軸が違うんでしょ。あとは、本当にそのキャラクターが持っている性格とか、例えば炎属性のキャラだったらその炎属性っぽさとかを追求した状態がデザインをシェイプアップするとか、その機能美みたいなもんだな。だから、日常品として溢れてるものって、その製品の用途を最低限満たすような形になってると思うんですけど、その最低限満たす状態なのがシェイプアップ。一番わかりやすいかなと個人的に。最近は、特にカード絵なんかは、サス系の絵ばっかり求められて、そうです。ネタに困ったり疲れたりあったりしませんか？マリオならで、それの真逆を言ってるのが、いわゆる TCG とか、ソーシャルゲームのタス系の絵だね。入る感じですか？必要最低限って感じかな。そうです、そうです。で、そこから、どんどん、今、仕事として求められてきてるのは、要素をどんどん増やすというのを求められてる、ね。要素は何個くらいまでですか？とかは限られてないですよ。だからそのキャラクターがそのキャラクターたる、最低条件を満たしてればいいと思うんで、そこはもう感覚でしかないんで、ね、言葉で言えない。場合にもよるし、そのキャラクターの求められる条件にもよるから、
例えばこの白魔女さんだったらもう褐色の女の子、黒い髪の毛、白い帽子に、白い、なんていうのかな、これ魔法、魔女装束というか、ワンピースですな、を着ていれば、あと白いブーツか。で、緑色の杖を持っていれば白魔女さん。で、片目は隠しているっていうね。その要素があればこの子に見えるようには作ってあるんで、そこから派生でいろいろ描けるようにはなってますけど。デザインの削ぎ落としというのがシェイプアップですね。絶対やんなきゃいけないことじゃないけどね。最近はほんと盛ること結構求められるんでね。